本人は、日本人のことを優柔不断だと思うか？はい、19人。いいえ、5人。どちらでもない、176人。まさに優柔不断を体現しています。各国の I love you。日本人、月が綺麗ですね。ロシア人、ウォッカを飲み明かそうぜ。中国人、やろうぜ。中国人は、回りくどいことをしません。ユダヤ人。あるユダヤ人商人が、病院で死の淵にいた。愛する我が妻はいるか？ここにいるわ。愛する息子はいるのか？ここにいるよ、父さん。娘はどこだ？ここにいるわ。お父さん。その瞬間、老いた商人は、ガバッと起き上がって叫んだ。なんだって？それじゃ一体誰が店番をやってるんだ？ユダヤ人は、商人根性がすごいです。睨み合い。向こうからやってくる、東洋人を睨みつけると、目をそらして距離を取るのが、日本人。ニヤニヤ笑いながら、すり寄ってくるのが中国人。殴りかかってくるのが韓国人。韓国人は、競争心が強く、負けず嫌いです。草むしり。イタリア人。休憩ばかりでろくに草もむしらず、時間が来たので帰宅する。イギリス人。仕事はするが、取り掛かるまでの紅茶タイムが長い。アメリカ人。草刈り機が来るまで休憩。フランス人。とりあえず、芸術的な草むしりを追求。ドイツ人。面積から必要な仕事量を割り出し、計画的に草をむしり、雑草の根一つ残さず刈り取ってしまう。日本人、ドイツ人と同じ方法で草を刈り、その後に会社まで作ってしまう。日本人は、真面目な印象が強いようです。パン屋。ここはモスクワの街角。パン屋の前に、長い行列ができている。それを見た、外国の使節団が一言、中国人、物を買うのに列に並ぶなんて、ロシア人はなんて律儀なのだろう。日本人、物を買うのに列に並ぶなんて、よほど有名なパン屋さんなのだろう。韓国人、物を買うのに列に並ばせるなんて、謝罪の要求が殺到するだろう。北朝鮮人、列に並びさえすれば物を買えるなんて、なんて素晴らしい国だろう。行列の意味も、国の状況によって大きく変わってしまうんですね。宇宙への持ち込み。米国、ソ連、日本が宇宙ステーションを共同開発し、3年間の実験を行うことになった。長期間のため、宇宙飛行士たちは一つだけ、ステーションに持ち込むことが許された。アメリカ人は、一番必要なものは愛するワイフだからね、と、妻を持ち込むことにした。日本人は、時間を有効に使うため、ラテン語を勉強しようと思います。と、ラテン語の教科書を持ち込んだ。ソ連人は、俺の楽しみは葉巻だけさと、箱いっぱいの葉巻を持ち込んだ。やがて3年の月日が経ち、宇宙飛行士たちが帰還してきた。まず最初に米国人が、3人の子供と妻と一緒に降り立った。世界初の宇宙家族誕生に、大きな拍手が鳴り渡った。続いて日本人が降り立ち、宇宙の旅と感謝の言葉を、美しいラテン語で演説した。観客からは一層の拍手が湧き起こった。最後にソ連人が、葉巻を加えたまま一言こう言った。誰かマッチを持ってませんか？ソ連はお茶目な印象ですね。無人島。無人島に男2人、女1人が漂着した。アメリカ人の場合、仲良く3人で、スキンシップを楽しんだ。イギリス人の場合、女をほったらかし、男2人で楽しんだ。イタリア人の場合、女性をめぐって、殺し合いが起こった。フランス人の場合、1人が夫に、もう1人が愛人になって、丸く収まった。日本人の場合、女性をほっといて、ゴルフを始めた。ロシア人の場合、
女は好きでない方の男と結婚して、3人で不幸を嘆いた。イギリス人の場合、紹介してくれる人がいないため、お互いに口を聞かなかった。人見知りかよ。シェイクスピア。シェイクスピアを称え、各国の得意分野でシェイクスピアを表現した。アメリカの場合、数億ドルをかけて映画化した。フランスの場合、前衛的な舞台を作り上げた。日本の場合、アニメ化した。イタリアの場合、声高らかに歌を歌った。ドイツの場合、作品中の人物の行動を数式にしてみせた。中国の場合、場面の一つ一つを米粒に書いた。北朝鮮の場合、場面の一つ一つをマスゲームで表現した。スペインの場合、なぜかはわからないが牛と戦った。韓国の場合、シェイクスピアは韓国人であると論じた。イギリスは、それらすべてを批評した。もっといろんな国が参加できそうですね。オチはイギリスですが、